井上馨シリーズついに最終回なのだ。ヒーローみたいなところも悪役みたいなところも文化人なところもあって、もう頭の中がぼちゃぼちゃなのだ。ふふふ、それだけ井上馨が複雑で魅力的な人物だったってことよ。じゃあシリーズの締めくくりに彼が今の私たちに残してくれた偉大なる遺産について見ていきましょうか。これを知れば井上馨という人物の本当の価値がわかるはずよ。井上さんからのプレゼント、一体どんなものなのだ。会社という仕組みの基礎。まず一つ目は、ずんだもんも将来お世話になるかもしれない近代的な会社という仕組みよ。会社って井上さんが作ったのだ。彼一人が作ったわけではないけど、日本の会社が現代的な形になる上で超重要な役割を果たしたの。彼が関わった三井を例にとると、昔は三井家という家族だけで経営する大きなお店だった。でも井上は血縁関係なく、本当に優秀な人間が経営を担うべきだと考え実行させたの。社長さんの息子が必ずしも次の社長さんになるわけじゃないみたいな感じなのだ。その通り。そして銀行や商社、鉱山といった事業をそれぞれ独立した会社として運営する、今のグループ企業のような形を推し進めた、私たちが今当たり前に見ている大企業の姿。その原型は井上のような明治のリーダーたちが作り上げたものなのよ。経済大国日本の原点。2つ目の遺産はもっと大きな話よ。それは日本が経済大国になるための基本的な考え方そのものなの。考え方なのだ。江戸時代まで武士は偉いけど商人やお金儲けはどこか身分の低いものとみなされる風潮があったわ。でも井上はこれからの時代は違う、強い経済力を持つことが国を強くすることに直結するんだと強く主張し続けたの。お金を稼ぐことは国のためになるのだって言ったのだ。そうなの。富国強兵、つまり豊かな国と強い軍隊というスローガンは有名だけど、井上の思想はまさに富国強商、豊かな国と強いビジネスよ。この考え方がその後の日本の発展の原動力になった。技術を磨き、良い製品を作り、世界に売って国を豊かにする、この現代日本の得意技ともいえるスタイルの原点には井上馨の信念があるのよ。政治と経済の二人三脚。なるほどなのだ。でもそのせいで政治家とお金持ちがべったりになる黒い噂も生まれたのだよね。良いところに気づいたわね。ずんだもん。それこそが3つ目の、そして最も賛否両論ある遺産、政治と経済の密接な連携よ。良くも悪くもってやつなのだ。井上が作った政府と財界の強いパイプは癒着や汚職の温床になったという批判も根強いわ。でもその一方で国が目指す方向と企業が力を入れる方向を一致させることで日本全体のエネルギーを一つの目標に集中させることができたの。この政治と経済の二人三脚、いわゆるジャパンインクと呼ばれる仕組みが日本の奇跡的な高度経済成長を支えたという側面も間違いなくあるのよ。受け継がれる日本の心。なんだか難しいのだ。でも井上さんが今の日本につながる仕組みをたくさん作ったのは分かったのだ。そして最後に忘れてはいけないのが文化的な遺産よ。彼は西洋化一辺倒だった時代に茶道のような日本の伝統文化の価値を誰よりも理解し守り育てた、経済や政治といったハード面だけでなく日本の心というソフト面を彼は次の時代に残そうとしたの。強いだけじゃなくて美しい国を目指したのだ。そういうことね。近代的な会社、経済大国としての精神、政治と経済の連携、そして伝統文化、私たちが今生きるこの現代日本は井上馨が残した光と影の両方を含む偉大な遺産の上に成り立っているの。彼をただの悪役やヒーローと呼ぶのは簡単だけど、本当の彼は日本の未来を必死にデザインした偉大なる設計者の一人だったのよ。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは日本の侍に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。日本の歴史に興味があるならチャンネル登録や他の動画も見てみてね。